こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画は自分も愛用していますこちらのキーセルギターの公式サイトがリニューアルされたということで、新しく搭載されましたバーチャルギタービルダーというシステムを使ってオーダーシミュレーションをしてみたいと思います。で、以前まではリストがあってそちらにチェックを入れていくというような形でリアルタイムに画像が出たりとかはしない仕様だったのですが、今回のバーチャルギタービルダーというのはルックスもそうですが価格などもリアルタイムに反映されていくというシステムのようですので、そちらを使って遊んでみたいと思います。で、自分自身こちらの6弦と7弦と2本オーダーした経験がありまして、その経験も踏まえまして画像だけではわからない細かい仕様なんかについても解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまずは公式サイト keysailguitars.com アクセスしました。全体の見た目も大幅にリニューアルされていますね。そしてこちらがバーチャルギタービルダーになっています。で、今のところベータバージョンとのことで、若干なんか表示がここら辺とかなんか変な感じになってる気がしますが、はい、クリックしてみました。で、ウィンドウサイズ変えると縦になったり横になったり、おそらくスマホでもこのように操作ができるようになっていると思います。はい、ではまずはジェネラルオプションズ、一般的なオプションですね。モデルを選びます。で、アーティストシグニチャーモデルかスタンダードモデルか。で、どういったモデルがあるのかなっていうのはこのギターズを押すとこのように一覧で見ることができます。ここでまずベーシックなシェイプだったりを選んでいく形になります。で、弦の数とかはそれぞれ変えられるものも多いので、おそらく多くのモデルが7弦8弦と、あとは、ファンフレットマルチスケールのモデルを選んだりすることもできます。ではここでは、一番分かりやすい例で、自分がオーダーした時の仕様と同じ仕様で選択していきたいと思います。で、自分の、6弦のモデルはまさにカラーもこれとほとんど一緒ですね。この Aries というモデルになります。こちらをクリックします。なるほど、一覧からクリックすると Build Your Own、 あなたのギターを作るみたいなボタンがあるので、ここを押すとギタービルダーにバーチャルビルダーに飛ぶという感じですね。で、ここはそれぞれ7弦8弦とマルチスケールになったりしますが、この辺りもこの後で変更することができます。まずはこれをベーシックにしてみましょう。で、フロントとリアと画像が見えるわけですね。ではモデルはもうすでに選択されてますが、こちらから選ぶとすると Aries というボルトオンのモデルになりますね。そして続きまして Dexterity っていうんですかね、左利きか右利きかっていう感じですね。右利きを選びます。で、ストリングスは何弦にするか。で、7弦8弦にするとプラス50ドルと。で、値段もこう上がっていくという感じになっています。ではここは6弦にしましょう。そしてマルチスケールのありなしですね。マルチスケールにするとプラス200ドル、このように扇状のフレットになります。ではここは一旦外しておきましょう。そしてスケールレンスというのは、ネックの長さですね。一般的には 25.5 インチ、いわゆるストラトと同じ長さになりますが、1インチ長い仕様にするとダウンチューニングとかにも向いているギターになったりします。ここはそのままにしておきましょう。やはりここで注目すべきは、こういったイレギュラーなオプションでもたったの50ドル、約5000円6000円ぐらいですかね、でオーダーを盛り込むことができるというのは非常にありがたいですね。多くのメーカーはこういったちょっとしたオプションを追加すると一気に値段が跳ね上がったりとかするんですが、そのあたりは非常に良心的なメーカーだなと思います。そしてケースですね。で、こちらソフトケースと書いてあるんですが、実際自分がオーダーした経験ですとセミハードに近い感じのケースになっています。で、一番最初自分がオーダーした時はハードケース、海外から輸送するのでハードケースにしていたのですが、全然ソフトケースでもちゃんと梱包してくれますし、海外から輸送されても全く問題ないので、ハードケースが家にたくさんあってちょっと荷物になっちゃうって人はソフトケースを選択することをお勧めします。はい、続きましてボディオプション。はい、ベベルというのはこの削っている部分ですね。この肘に当たる、あるいはこの部分だったり、あとはおそらくお腹の部分とかもそうなのかな。削っている部分をなしにすることもできます。なしにするとこういったフラットな感じのトップになるので、この後トップ材とかを例えばキルトメイプルとか乗せたりとかする場合はより多くそのキルトを見せることができるかなと思います。で、デフォだとこれがない状態で、この削れてるとこの部分はボディの方の素材が見えることになるので、デザインとしてこちらトップとボディの材
こちら見せするという形になっています。では、ウッドボディ材ですかね、ボディウッドでここから選んでいきます。でデフォルトだとアルダー、そしてその他はマホガニー、ブラックリンバ、アッシュ、ウォルナットとかでワンピースのスワンプアッシュで、通常ギターのボディは自分のもそうなんですけど2つこう貼り合わせる作り方になってるのですが、それを1つの木材でするのがワンピースということですね。でコア材なんかはちょっと高いですが、これで自分が選んだのはスワンプアッシュです。でさらにオプションが出てきましたね。これでアンティークアッシュトリートメント100ドルありなしと選べますが、これを、自分の場合はなしなのですが、なしですとこういった感じの木目になります。これ1回なしにしちゃうと、どこでやるんだ、1回なしにしてしまうともう1回ロードしないといけないのかな。あ、ここにありますね、アディショナルオプションズ、ここかな、これですね。これを入れると、こういったアンティーク調の渋いフィニッシュにすることができます。こちらのオプションは100ドルで、アンティークアッシュなのでアッシュを選択していないとできないオプションになってます。マホガニーとかだと選べない感じですね。という感じで、このアンティークアッシュトリートメントっていうのはそんなに多くのメーカーが採用しているフィニッシュでもないので、ぜひ検討してみてください。自分はこれなしだったので外した。でちなみにサウンド的なところを解説すると、一般的にはアッシュは軽めの木材とされています。でなおかつどちらかというとブライトなサウンドとも言われています。でマホガニーとかの方が中域とかがふくよかなのかなというイメージですね。ここに関しては木材の個体差とかもありますので、実際に自分も6弦と7弦と両方ともスワンプアッシュのボディでオーダーしましたけど、体積が多いはずの7弦の方が重量がちょっと軽かったりとかするので、その辺りはやはり木材なのでばらつきはあると思います。その辺りはガチャというか賭けになってしまうので、ある程度やはり許容できる人がこういったオーダーをするのがいいと思います。はい、続きましてはトップウッド、デフォルトだとなしの状態ですね。でトップウッド、例えば自分だとフレームメイプルでしたね。フレームメイプルを乗せます。すると先ほどと一緒でオプションをおすすめされてきますね。チェンバードボディっていうのはトップ材とボディ材の間に空間を作ることによって、ここに書いてありますね、なぜチェンバードボディなのかみたいな。で穴を開けることで重さを軽くできますと。そしてアコースティックな鳴りを増やすことができます。共鳴するみたいなことですね。でブーストミッドレンジなのでミドルが強めに出るという利点がありますということですね。これをすると150ドルプラスですね。自分はやっていなかったのですが、実際キーセルギターでチェンバードボディを採用したモデルを弾いたことがありまして、それはベイダーのチェンバードボディだったんですが、重量に関してはかなり軽くなりますね。で気になる鳴りなのですが、一般的にチェンバードボディにすると例えば羽織りやすいと言われてたりとかもするのですが、僕が弾いた限りはそういったデメリットっていうのはほとんど感じませんでした。で自分が弾いたモデルは、マホガニーのボディでチェンバードしていたのですが、チェンバードしてないマホガニーのギターよりも個人的には好きな感じですね。ミドルがふくよかに出てこうミュートでズンズン刻んだ時に気持ちいいようなサウンドをしていました。そして3ピースボディ、これは僕の時にはなかったオプションか、問い合わせしないと出てこなかったオプションかなと思います。なるほど、ここの解説によると、ビジュアル見た目に影響するものであって、トップとボディの間にもう一枚薄い木材をレイヤーすることによって、この部分ですね、この部分にもう一個色が入るというメリットがありますよと書いてありましたね。これをじゃあ入れると実際にこの画像も変わりますね。こういったようなブラックなラインがもう一色入るというイメージですね。ここに関してはビビたる違いですね。これに150ドル、なかなかちょっとこれは割高なのかなと思いますね。ちなみに他のトップ材ですが、よく一般的にあるのは、キルトメイプルとかですかね。キルトメイプルはこれか、よくある感じのトップ材です。近年流行りで言えばバックアイバールとかですね。でバックアイバールを選ぶと、返品は不可能ですよっていうアラートが出ます。はい、こんな感じですね。でバックアイバール、他の、キルトとかトップとかもそうなのですが、木目は本当これこそまさにガチャでして、当たりのギラギラの木目もあれば薄い外れの木目もあります。で実際自分は6弦の方はいい方だったのかなと思いますが、7弦の方はポプラバールにしましたが、こんなに木目がえぐく入ってなかった。かなりあっさりしてて、ちょっとその点は残念だったかなと思います。で確実に
ギラついた木目が欲しい人向けに、この木目のグレードを、プラスで課金して選ぶことができるはずです。ただここでは選べないのかな。ちょっと後々オプションが出てくるかちょっとわからないですが、プラス200ドルとか500ドルで結構プラスになります。でそれ以外で、木目を選ぶ方法としては、キーセル社および代表のジェフ・キーセルさんがインスタとかでライブを配信をするので、そこでトップ材をその場に持って早いもん勝ちだぜみたいなライブ配信をやってたりとかするので、それを見れば直接木目を見て木材を選ぶことができるかもしれません。ただやっぱり塗装する前の木材ですので、塗装した後はだいぶ印象が変わる可能性があります。なのでやはりそのあたりもちょっとガチャ的要素は強いと思います。ではフレームメイプルにします。そしてでは続いてフィニッシュ、色ですね。トップ材を選ぶとおのずとこのシースルーカラーってことですね、透過しているカラーから選ぶことになります。これをベタ塗りにしてしまうとこの木目が見えなくなってしまうので、ここに色をのせるとこんな感じに変わっていきます。ここら辺もあくまで画像ですので、光の当たり具合とかそもそもの木材の色とかによって多少変化はするかなと思います。で自分がもう一本持っている7弦でキーセルという名前になる前、カービンギターズという時に買った2010年ぐらいに買ったギターはキルトメイプルとドラゴンバーストというカラーだったりします。これ非常にキルトと合わせるとかっこいい、まさにドラゴンの鱗のような感じに、このような感じになるので、これは非常におすすめですね。で自分が6弦でオーダーしたカラーは、アクアをベースにして、アクアっていうのは水色っぽい色ですね。これでオプションでカリフォルニアバーストっていうオプションを入れてるんですね。これを入れると中心がちょっと白っぽくなるっていう仕様でして、もちろんこれは違う色と組み合わせることが自由にできます。でこれをするとまさに自分が持ってるギターとほぼ同じような仕様になるんじゃないかなと思います。バーストと白っていうのもできるんですね。バーストとカリフォルニアを組み合わせる、そうすると3色のグラデーションになるんですね。でちなみに今ここに、他のオプションも見えていますが、クラックルフィニッシュっていう特徴的なちょっと80年代っぽいフィニッシュとかもあったりするので、こちらはベタ塗りのカラーでないとできないオプションのようですね。ではカラーはこれで OK で、続きましてロゴですね。メーカーのロゴの色、これを例えば白だったりゴールド、あとは白に黒い影のような字を入れることもできたりとか、いろんな色が選べるみたいで、この辺りはオプションは$0のようです。であとはこのボディに対して白っぽいボディに白を入れると、あまり見えなくなるので、それが望むものか、あるいはメーカー名しっかり見えるようにしたいかっていう基準で選んでいくのでいいと思います。で自分は黒いロゴだったのでこれですね。はい、ロゴは OK。 そしてトップコートは、こう全体にピカピカな仕様にするか、マットなスルスルの仕様にするか、あとはオイル仕上げみたいな感じですね。これは選べなかったりするんですかね。ちょっとこの辺りはおそらく選べるような気もするんですが、大まかに分けてキラキラなクリアかマットかっていう感じですね。でマット塗装の利点としては、手触りがいいっていうのもありますけど、照明とかが反射しづらいので、例えば映像とかに入れた時にカメラとかその背景とかがこう映り込んじゃったり反射しちゃったりとかするリスクがかなり少ないというメリットがあったりしますね。逆にクリアだとこの画像のようにピカピカに光るので、この辺りはお好み次第という感じですね。はい、続きましてリア&サイドフィニッシュ。はい、リアを見てみましょう。デフォルトだと後ろも色を塗ってくれています。で後ろだけナチュラルに残すオプションだったり、黒で塗りつぶすサーとかはね、ギターとかこんな感じですが、ホワイトにすることもできるんですね。という感じでこの辺りはお好みですね。はい、続きましてバインディングというのはここですね。先ほどの3ピースのラインとはまた別にこの斜めの部分だけカラーを入れないというオプションですね。これ見た目結構かっこいいですが、$220なので、一気に価格はちょっと跳ね上がるかなと思います。はい、これでボディが完了ですね。リアルタイムで画像変わってくれるので楽しいですね。それでは続きましてネックの仕様ですね。まずはネックの木材がワンピースというのは一つの一本の木という感じですね。いろんな木材選ぶことができます。
で3ピースというのは3枚貼り合わせたものでして、例えばメイプルでパープルハートの材を挟んだりで、一般的にはこう貼り合わせる方がネックの強度が上がると言われています。見た目的なメリットもあるのかなと思います。自分がオーダーした時は、3ピースというオプションがなかったので5ピースを選びまして、確かブラックリンバーの5ピースにしました。メイプルとブラックリンバーですね。ちなみに7ピースにするとこんな感じですね。メイプルウォルナットマホガニ、いろんな材を組み合わせた方が強度が上がると言われています。見た目も豪華ですからね。で5ピースにします。だいぶ自分がオーダーした時よりもここに関してはオプションの値段が上がってますね。はい、続きましてフレットの数、22フレットか24フレットか。この画像ですとこのようにネックの長さが変わってますが、おそらくネックの長さは変わらないはずです。22フレットだとここまでになるかというか、この辺りはなんかちょっと奇妙な感じがしますね。ネックのスケールが変わってしまったかのような。はい、続きましてネックプロファイル、これは画像には反映されないと思いますが、thinner というのはより薄くという意味ですので、薄いネックにしたい場合はこれを入れます。で自分の持ってるものはこれ入れてないのですが、おそらくこれ入れるとかなり薄い、一般的にアイバニーズとかの、ちょっと最近のアイバニーズわかんないですけど、かつてのアイバニーズでかなり薄いネックが採用されてたので、そういう薄さになります。でこれ入れなくても他のギター全体からすると、例えば普通のストラトとかから比べると薄めのネックになっているので、これはよっぽど何が何でも薄くしたい人以外は入れなくてもいいのかなと思います。7弦とかだと入れたりしてもいいかもしれないですね。はい、続きまして指板フィンガーボードのウッド木ですね。でデフォルトがエボニーです。でエボニーといっても少し真っ黒ではなくて少し茶色くなっているのがデフォルトのエボニーですので、真っ黒にしたい場合はこのベースカラーバリエーション、色がより均一なエボニーとかを選ぶといいと思います。で自分はここでゼブラウッドという木材を選びました。これは本当見た目重視という感じで、ゼブラウッドを採用しているギターメーカーほとんど今現在でもあまり見ないので、キーセルならではなのかなと思います。でその他の特徴的な基板材としては、バーズアイとか昔からよくありますね。ミュージックマンのギターとかで、ロイヤルエボニーというのはエボニー系らしいんですが、より茶色とかがこう混在している木材になります。でこの辺りもやはりガチャなので、思ったほどかっこいい色の混ざり方じゃないなみたいなこともありえます。他ですと、ローステッドっていうのは、なんか燻製みたいな、どういう作業工程なのかあんまり詳しくないのですが、なんか、熱してちょっと強度を木材の強度を上げるという技術らしいです。それをすることによってネックもおそらく強くなりますし、サウンドもよりブライトはっきりするような気がします。この辺りのプラスの値段がそんなに高くないので、例えばこの一番高いローステッドフレームメイプルとかでも$170ですので、この辺りは妥協せずに好きな木材を選ぶといいんじゃないかなと思います。で、ローズウッド、自分がオーダーした時はローズウッドあったんですが、その数年後にローズウッドの輸出規制とかがあって、しばらく国外はアメリカ国外はローズウッド選択できなかったりしたのですが、今また選択できるようになっているので、もしかしたらこの規制とかがなくなったのかもしれないですね。もしくはオーダーした時になんかアラート出るかもしれません。では自分が選びましたゼブラウッドにしておきます。続きましてフィンガーボードレイディアスというのは、指板のこの丸みの角度ですね。数字が大きい方がよりフラット、数字が少ない方がより丸みを帯びたシェイプという感じです。でこれは指板側のこの丸みの角度ですので、一般的にはテクニカルなプレーをする人はフラット寄りの方が好まれてたりとかしますね。で自分は、ここ20にしました。それ以前にメインで使ったギターが20インチに近い R だと聞いたので、それに近づけました。でちなみに7弦の方も20でお出したんですが、やはり弦が増えると多少丸みを帯びている方が押さえやすいかなと、指に沿っている形をしていた方がいいかなと思いましたので、7弦の時は多少 R がついている方がいいのかなと思います。でこれも自分がお出した時はなかったのですが、12から16、おそらく
低いところから高いところにかけて R の丸みの角度が変わっているという感じですね。こういったオプションも選べるようになってます。でここは20にしておきます。そしてインレイシェイプ、このドットの形とか位置ですね。でデフォルトもこのスタガードオフセットもうすでになっていますが、自分はこれでオーダーしました。スタガードというのは入れ違いということなので、下の方のフレットはプレイヤー側に入っていて、上の方のフレットは下側に入っているという仕様になっています。この他ですと12フレットに K を入れるとか、単純にこっちのプレイヤーサイドに全部寄せるとか、ドットなしもありますし、あとはこういったブロック、四角、ダイヤモンドとかいろいろありますね。ではスタガードオフセットどっちにしておきます。続きましてインレイマテリアル、これはこのドットの材ですね。黒にしたり青とかもあるんですね。自分の時はこれもなかったオプションです。でルミインレイにすると、蓄光ですね、暗闇で光る塗料を使ったドットにすることができます。でこれはあくまで蓄光なので発光するわけじゃないので、暗闇でも安心みたいに言われたりするんですが、そんな真っ暗闇でピカーッと光るほどは光らないです。当然、うっすら光るので、多少そういったステージでは手助けになるかなとは思います。でこれは唯一自分は失敗したかなと思ったのは、ゼブラウッドに白をやると結構このような感じで見えづらくなっちゃうので、ゼブラウッドとかの場合は黒とかの方が良かったのかなとも思います。はい、続きましてはフレット、デフォルトだとステンレスのミッドジャンボフレットになってますね。でもうすでにステンレスか、ゴールドかしか選べない状態になってますが、自分の時はデフォルトがステンレスじゃなくて一般的なフレットの材だったのでステンレスにしなかったのですが、ステンレスにした方が耐久性が圧倒的に高いと思います。その分サウンドもブライトになったりするらしいです。はい、続きましてヘッドの形で、今は3対3になってますが、片側6連だったりとか、リバースヘッドとか、こういった丸い感じのヘッドなのか、こういった尖ったヘッドとか尖ったリバースとか、結構いろんなのがありますね。2対4もあるんですね。はい、この辺りのオプションも自分の時よりもちょっと増えているような気がします。個人的には見た目はリバースめちゃめちゃかっこいいんですけど、実際チューニングする時に裏から手を回さなきゃいけないので、利便性を考えて一般的な6連にしました。そしてヘッドのオプションですね。今トップ材にフレームメイプル選んでるので、おのずとヘッドもマッチしたトップを貼ってもらっていますが、これをゼブラウッドに変えたりすることもできるみたいですね。一般的にはトップ材と同じにした方が統一感があっていいと思います。そしてヘッドの色を、もうこれデフォルトではもう塗ってある。でこれが外せないので、もうトップを選んだ時点で同じ色に塗りますよということみたいですね。これをゼブラウッドにすると塗るか塗らないかで、黒く塗る、これちょっとよくわかんないですね。黒く塗っちゃうと見えなくなっちゃうので、はい、この辺りはマッチングヘッドがデフォルトということでいいでしょう。続きましてトラスロット、ここですね。これのカバーの色です。ここは本当お好みという感じですね。このエングレイブドっていうのを押すと好きな文字を、入れることができるみたいですね。これはさすがに画像には反映されるのかな。さすがに画像にはちょっと小さくなっちゃうんで出ないですね。でもこのような感じで自分の名前を入れたりとかができるようです。ここはデフォルトのままにしておきましょう。続きまして電気系統のオプション、まずはピックアップアクティブかパッシブかということですね。でピックアップを、いくつか選べるのですが、キーセル社が作っているモデル数種類の中からしか選べないので、後々、交換したい、例えばディマジを載せたいとかベアナック載せたいとかっていうのがあれば、後々自分で改造するしかないか、あるいは、ピックアップを、キーセル社に送って、もちろんオーダーした後で送るとそれを載せてくれたりとかするようですが、ちゃんと届くのかどうかっていうのも心配があるので、後からピックアップぐらいでしたら交換するのがいいのかなと思います。でここはパッシブでピックアップの配列ですね。2ハムか、HSH か SSH かみたいな感じですね。ここは2ハムにしておきます。でピックアップのモデルはブリッジは結構種類増えてますね。自分の時はこの、リチウムハンバッカーかな、デフォルトのこれしかなかったのですが、いろいろ増えています。で正直、個人的な好みですけど、このリチウムハンバッカーあんまり好きじゃなかっ
ことですので、交換を考えている方はデフォルトのままでいいと思います。でネックも一緒ですね。で続きましてピックアップカラー、当然交換考えてたらカラーは何でもいいと思うのですが、白にしたりゼブラにしたり黒とクリームにしたりとか、あとカバーとかもあるんですね。クロームのカバーとカバーつけるとだいぶルックスが変わります。はい、これもじゃあブラックで、そしてこのポールピース、この銀色の部分ですね、ここの色も変更できるんです。ゴールドとかブラックとか、ここら辺もね交換しちゃったんであんまり関係はないんですが、そしてアディショナルオプションズ、アコースティックサドル&アウトプットっていうのはおそらくピエゾっぽいものではないかなと思います。ちょっと実際これをつけている人のギターを弾いたことないのでちょっとわからないのですが、ペトルシモデルのようなアコースティックピックアップピエゾマイクみたいなのをつけたい方はこれを入れてください。続きましてハードウェアブリッジですね。ブリッジイコールアームでもあるのでデフォルトだとアームなしのフィックストブリッジですが、これフィップショットのブリだったりフロイドローズだったりエバーチューンとかを選ぶことができます。で自分の時はウィルキンソンっていうオプションがこのヒップショットの代わりにあったのでウィルキンソンを選びました。で7弦の方はオーダーした時はヒップショットしか選べない状態だったのでヒップショットにしましたが、個人的にはウィルキンソンの方が好きかなというのがありますね。続きましてハードウェアカラー、クロームブラックゴールドで個人的には黒いハードウェアがすごい好きなので黒にしています。続きましてノブ、これもいろいろ選べますね。で自分は黒で黒くしたのでこれでしたが、他にもストラト風のものだったりと、いろんなのがあります。続きましてナットですね。ナットこれは黒いグラフテックか白かという感じですね。自分のは黒いですね。これだとデフォルトのままです。で弦、これは消耗品ですので、お好きな方で両方ともエリクサーで貼ってくれます。自分は0942が好きなのでこちらを選んでいます。でストラップボタン、これをダンロップですね、ストラップを引っ掛けるところをダンロップのものにしたりとかできるようです。続いてチューナーボタンというのはペグのことのようですね。この部分をカラーを変えたりとかできるようです。そして裏のこの部分ですかね、このカバーちょっと分かりづらいですが、ブラックエボにパープルハート、木にしたりとかもできるんですね。裏側なのであんまり見えないところですけども、パープルハートとかにすると結構かっこいいですね。ゴージャスな感じがします。そしてトレモロカバーというのはここか。これもデフォルトブラックだけどエボニーにしたりパープルハートにしたり、これ両方ともパープルハートにするとなんかちょっとゴージャスなハイエンドギターって感じがしますね。見えないところにもおしゃれをするというのはいいことですね。という感じでこれで全部がオーダーが完了したのかな。これでおそらく自分のギターと、ウィルキンソンとヒップショットっていう違いはありますが、同じ仕様になりました。これで、2239ドルということなのでだいたい24万25万円ぐらいですかね。でおそらくここでカートインしていくと、実際押してみましょう。カートインしていくと決済の画面に行くのかなと思います。こういう確認が出て、でデポジットというのは最初に前払いですね、 20% 前払いをするか、全額最初に払っちゃうかみたいので選択ができます。試しにペイフル全額払うというのを押してみました。でここで、ペイパルで払うか、もしくはこれクレジットカードになるのかなという感じですね。以前のウェブサイトよりか非常に分かりやすくて、海外で買い物したことある人であれば以前ほどの、不安感はないのかなと思ったりします。で前回の動画でも、解説したのですが、ペイパルに関して、10万円以上かな、1000ドル以上かの買い物になると事前に本人認証みたいのが必要になってきます。でそれをしてないと、例えば2000ドルを支払おうとするとエラーになって先に進めないということが自分の時あったので、ペイパルの方でしかるべき手続きをして、おそらくなんか身分証明書のコピーを送ったりとかして本人認証することで支払いを完了することができました。でホームページにはこの本人認証数週間かかるみたいに確か書いてあったのですが、自分の時はこのオーダーしてからその手続きしまして、結構時間かかっちゃうなと思ったんですけども、実際には数日1週間もしないぐらいで本人認証完了しました。ですので、キーセルギター
に限らず海外で高額な買い物をする予定の方はその点をご注意ください。はい、以上がキーセルギターの新しいウェブサイトでバーチャルギタービルダーを使ってみるという動画でございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。それではありがとうございました。